グータラズです。今日はね ER34 シリーズ、前回はねロールセンターアダプター組んだんですけど、今回はずっと止まってたイージーグラフィック、パネルのイージーグラフィックのね仕上げ、組み立て、そして装着に入っていきたいと思います。言ってみれば内装のね仕上げ段階に入ってます。もうね大体っていうかある程度に組んじゃってます。イージーグラフィック施工した後はねウレタンクリア拭きました。バッチリウレタンクリアね拭きました。やっぱりねウレタンクリア拭いた方がいいです。普通のねラッカークリアよりもねウレタンでねやった方が塗膜も頑丈ですからね。でね、次はねシフト周りどんどん組んでます。本当にねパネルはねパチパチはめるだけだったんで、楽しくてね取り忘れましたすいません。ブーストコントローラーはね灰皿のとこ加工してつけてます。タバコ吸わないんでね。でね安定のねホットボンドをねがっちりつけました。ホットボンドでだいたい止まるからね。ホットボンドだいたい止まるからすごい便利だよね。ホットボンドって一番いいのはなんて言ったって取れるところがね一番いいな。こうやってねここに灰皿があったんですけどね、そこを潰してブーストコントローラーをね埋めてます。古いブーストコントローラーですけどね、あれでいいやと思って、なんか新しいのにね変えるときもねあそこにまたつけれるんでね、ホットボンドで止めてるだけです。本当にねペリッと剥がれるんで、これでシフト周り完成ですね。組んでみましょう。大事なシフトはね当然のごとくニスモだよね。やっぱりニスモだよね。丸っこいやつもあるんだけどね、これなんでこれにしたかっていうとカーボン柄だからこれねずっと回るの、前からずっと回ってたんだけどね、抜けるには抜けるんですよ。ほら、ただ閉めてもねずっと回ります。どうにかしようと思ったんだけどね、結局ねまたホットボンドぶっ込んでね回しました一番いいやそれがと思って、ある程度ねがっちり閉まってるんで大丈夫だと思います。気になったら天井の剥がれをね補修していきます。もう半分ぐらい作業終わってるんですけどね、天井がやっぱり一番落ちたというか、そこまでの剥がれはなかったんですけど、ちょっと浮きがあったんで、それが嫌だなと思ってでね補修という形です。この車アルカンターラを貼ってねもう 4,5 年経つです。その間ずっと放置だったんですけど、意外とちょっとの剥がれで済んでます。本当にちょっと剥がれただけぐらいで済んでます。生地にもねしっかりねボンドを吹いていくんですが、ボンドね吹きすぎると表側に染み出てきます。シンナー系ですからね、染み出てくる時があるんでね吹きすぎに注意です。さっきも言ったんですけど、やっぱりこの貼り方をね気をつければ意外と剥がれてこないもんなんで、俺がね何台か貼ってきた中でちょっとコツというかそういうのをねちょっと教えていきたいなと思ってます。寒かったんでヒートガンで生乾きにします。本当はオープンタイムっていうのを取るんですけど、ちょっと寒いんでね、もう時期的に寒いんでちょっと温めてあげて、温度がね生乾き半乾きぐらいにねな状態にしてね、で貼っていきます。で貼るときはねへこんでるとこ、ほらあそこへこんでるでしょ。へこみをね優先的に押さえていくんです。これねみんなね引っ張りたがるんだよね。引っ張って熱で伸ばしてギュッとやりたがるんですけどね、それ本当に剥がれの原因になります。この生地はね全く伸びない、本当に伸びない生地なんですけどね、ちょっと熱を加えると気持ち伸びますけどね。イメージは伸ばして貼るっていうんじゃなくて押して貼ってあげる感じ。こういう風なねへこみをメインに押してあげて、であとは周りを貼っていくっていう感じですね。どうしてもテンションをかけると剥がれの原因になります。だからね結構剥がれてる車あるんですよ。生地貼ってね最初は綺麗なんですよ。温度もねきっちり効いてますからね、最初は綺麗なんですけどねテンションで後々剥がれてきますから。熱を加えすぎるとね母材も溶けるんで、それはね当たり前だけどねそれ注意してください。だからへこみを押してあげる。
伸ばして貼るんじゃなくて押して貼っていくようなイメージですね。そうするとね結構こう、綺麗に貼ります。へこみのとこねどうしてもこう伸ばしてこうギュッギュッやりたがるんですけどね、最初にこうへこみをこう押さえていく感じかな。浮いてきたからって言ってねいろんなもんでこう押してねタッカーで押さえつけたりとかってして貼る人もいるんですけど、ね、結局後々剥がれますから、このメインはこのなんていうのかな、押して貼ってあげるっていうのがね大事です。押して貼る、極力テンションをねかけないで貼るっていうのがね大事ですから。そう、巻き込み部分ね貼っていきます。巻き込みもね同じ要領です。スプレーボンドでねシュッシュやるだけで、別に巻き込み別に作らなくてもいいんですよ。こうやって巻き込まなくて、天井なんでねあそこパネル関係で全部見えなくなるんでね、別に切りっぱなしでもいいんですけど、要はこの巻き込みを作ることによって剥がれの防止にもなるんですよ。だからね結構この巻き込みって俺は大事にしてます。でねスプレーボンドであと貼っていくだけなんですけど、この巻き込み貼る時も注意が必要で、こう巻き込んでギュッてやりたがるんですけど、それは絶対やらないようにしてください。やっぱりその引っ張るイコールテンションになりますから、極力この巻き込みを引っ張らないように貼るっていうのがコツです。本当にテンションですね。テンションをいかにかけずに貼っていくかっていうのにこの生地貼りってね決まります。テンションをいかにこう逃がしていくかってことで、この剥がれがねなくなります。この車前にも言った通り4、5年貼ってから4、5年経ってますけどね、剥がれがね本当に少ない方だと思います。やっぱりね純正に比べて純正も剥がれますけど、その剥がれがね少ない、そういう風なねなんていうのかな貼り方をすれば結構長持ちしますから。でねパネル関係やっぱり少し剥がれてます。ここのねどうしてもこの R のところ引っ張りすぎたところがねどうしてもほらここがどうしても剥がれてくるんですけど、その辺ぐらいしか剥がれてないです。ここもね前も言った通りテンションをかけずに、本当がいいのは本当がいいのかなって本当がいいのはこうね生地を最初にこう温めてあげてもう型つけてあげるんですよね。鋼材の R に合わせて型をこうつけてあげて、で生地をこう一回こうきれいに成形してから貼るっていうのが一番いいです。そうすればね意外と剥がれてこないですしピシッと貼れます。あとね切っちゃってもいいんですよね。アルカンタラの場合起毛してますから意外とこの切り目をきれいにねこう合わせてあげるとね見えなくなりますからね。そう、一晩寝かしてね天井入れていきましょう。でこの ER34R34 だね結構すんなりね天井出てきました。天井がね出ない車もあります。本当にガラスを外さないと出ないとかっていうね車もありますから気をつけてください。ハッチバックとかだったらね結構すんなりね後ろからスポッと取れるんですけどね、ハッチバックじゃない車とかねセダンとかもねきついね。セダンもなかなか天井が出てこないです。なのでね生地貼るとき天井貼るときはね本当に自分の車の天井が外に出せるのかってねちょっとやってみてからね生地とか買った方がいいかもしれない。出せない車意外とありますからね。そうこれもねなんとか本当になんとかです。なんとかね入りました。このままね天井貼っつけていきます。クリップでね止まってる、あとはねなんていうのサンバイザーとかそういうビスのところでねこう止まってるだけです。なんとかね必死につけていきましょう。前の部分よりね後ろの部分ここにねクリップがねついてます。天井のなんていうんだ鋼材自体にもクリップがねついてるタイプになります。クリップをつけてあとはねバイザーミラーこういったものの関係で止まってるだけです。あとはねこういう風なものをねつけていけば天井は止まります。そうバイザーもね同じ生地でね作ってあります。これはね母ちゃんに縫ってもらったな
縫ってあげるよって言われて縫ってもらった。意外とこういう部分ってね、天井張り替えた時にね、同じ材質じゃないとかなりちょっとダサいですからバイザーって結構盲点ですよ。きっちりね作った方がいいです。この辺もね。そうリアのこのクォーターパネルじゃねえな、リアのねパネル、手直ししたパネルもね貼っていきます。本当にここの部分2箇所ぐらいしかね剥がれはなかったんですけどね、その剥がれも気になったんでね、修正してから仕上げていきましょう。そう、ここがねどうしても爪がね大破してます。古い車だしね、何回も取ったり外したりってしてるとね、みんなもそうだと思うんですけど、爪なんか絶対に壊れますからね。古い車だとね特にね壊れるよね。そうだからね、僕の場合はもう収まらないなと思った時はね、諦めます。諦めるっていうか言い方悪いけど、もうねビスで打ちます。ほらこうやってねグイグイ打っちゃうんです。でビスでグイグイ止めちゃいます。パネルが思いっきりずれてるよりはねいいなと思ってね、俺の勝手な解釈ですからね、真似する人はね自己責任でやってくださいこうやってね僕の場合ビスで止めて、この化粧のなんていうんだ、よくホームセンターで売ってますから、この上にねこの化粧をかぶせれるんです。ほらそうするとねビスあるなとは思うんですけど、ビスも隠れますしパネルも止まりますし、こうやってねもう隠しちゃうんです。隠してね、であえてその隠してるその化粧は見せるっていう感じかな。止まってないよりはいいなっていう感覚でやってますけどね、自己責任でやってください。でこういう風にね綺麗に治りましたっていうか組めました。あとはねリアシート入れていきましょう。リアシートはね純正です。天井がグレーのアルカンターラ、なんかねシートカバーつけようと思ったんですけど、いや逆につけない方がいいなと思って、意外とないんですよね、種類がなくて。このアルカンターラの生地のカバーもないし、張り替えるのもなんかなと思ったんで、意外とこれでいいやと思って、とりあえずねこれでね組んじゃいます。綺麗だったしね。掃除してきます。どんどん掃除。そう車外のペダルこれ捨てちゃいますこれもともと車外のペダルそのままついてたんですけどね、そのままの状態でね走ってました。この車はね走ってた車なんでね、山行って走ってた車です。純正が一番いいですよ。あれ滑るんだよね、あれね、車外乗ってね。フロアマットもね剥がして、フロアカーペットかこうへっぱがしてね閉じかけて、リアシートもね、リアシートのケツの部分だね、ケツの部分も入れていきます。これ入れちゃえばもう大体もうね後ろは完成だね。後ろは完成になります。大体もう終わりかな。後ろは終わりだね。ニスモのねシートベルトのああいうのねちょっと飾りにいいですよね、やっぱね。ああいうのいいよな。ってことで残りのねフロントシートもやっていきます。フロントシートもね以前使ってたのがあるんでね、そいつをつけるんですが、掃除していきましょう。であとはねもうフロントのシートつけるって、あとはドアパネルつけて完成になります。時間がねちょっと長くなっちゃった。なのでね完成形ぴっちり完成形はね次回のに回します。今回はね組み付け、そしてちょっとね生地張りのコツだとかをねやっていきました。もうね内装はバッチリ完成しました。本当にめっちゃかっこいいよ。めっちゃかっこいいから次回ねその完成形の動画お見せいたします。あとはね外装あとはねバンパーだとかサイドステップ、その辺を組んで、本当に最後の最後塗装だね、前塗になります。それで仕上がりになるんですけどね、前塗は春だろうな、いつになるだろうな。楽しみです。ってことでね完成の動画は次回になります。次回まで楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。こっちに